2026年3月、アメリカ、ボストン、ある病院の一室で、静寂が訪れた。心電図のモニターが、一本の直線を描いた。担当医は時計を確認し、静かに口を開いた。午後11時17分、心停止を確認。その言葉が終わった。まさにその瞬間だった。病室内のすべての照明が、一斉に点灯した。医療機器がうなりを上げた。モニターが明滅した。スイッチを押した者は、誰もいなかった。看護師が振り返った。医師が天井を見上げた。誰もが言葉を失った。停電でもなかった。電気系統の異常でもなかった。後に調査が行われたが、原因は最後まで特定されなかった。しかし、本当に説明のつかない出来事は、それだけではなかった。患者が意識を取り戻したのは、3分後のことだ。蘇生処置が成功し、彼はゆっくりと目を開けた。そして、誰にも教えていないはずのことを、口にした。廊下で、先生たちが話していましたね。彼は、手術室の外で交わされた医師たちの会話を、一言一句、正確に再現してみせた。そこに居合わせた全員が、凍りついた。彼の肉体が、この世界から離れていたあの3分間、彼の意識は、一体どこにあったのか、彼は後に語った。光の方へ、引き寄せられていた。暖かく、穏やかで、怖くはなかった。でも、戻らなければならないと感じた。その体験が、彼の人生を根底から変えることになる。なぜ彼は戻ることを選んだのか。そして、その日より前、彼の身に何が起きていたのか。次は、すべての始まりとなった。あの日以前の話をしよう。2026年、アメリカ、ボストン、マサチューセッツ総合病院の近くに、一人の男が暮らしていた。名前はダニエル・ハート。当時42歳。高校で生物学を教える。ごく普通の教師だった。週末は近所の公園を散歩し、コーヒーを片手に読書をする。そんな、穏やかで静かな日常を愛する男だった。しかし、2026年の春、彼の日常は、音もなく崩れ始めていた。最初は、ただの疲れだと思っていた。授業中に息が切れる。階段を登るだけで、膝が震える。年のせいだろう。と、笑い飛ばしていた。だが、検査の結果は笑えるものではなかった。膵臓がん、しかもステージ3。医師からその言葉を告げられた瞬間、診察室の空気が止まったように感じた。と彼は後に語っている。窓の外では、桜に似た花が風に揺れていた。それなのに、自分だけが時間の外に取り残されたような気がした。と、宣告から3週間後、手術が決まった。2026年3月29日、その日の朝、ダニエルは病室のベッドに横たわり、天井をただ見つめていた。怖かった。という、死ぬことではなく、何も感じられなくなることが、怖かったのだと、麻酔が入り、意識が遠ざかっていく。手術室の白い光が、ゆっくりと滲んでいった。そして、心臓が止まったのは、それから2時間後のことだった。わずか3分間、されどその3分間に、誰も説明できない何かが起きた。病室のすべての照明が、一斉に灯った。医療機器のモニターが、同時に点灯した。その場にいた医療スタッフ全員が、目撃した。次は、その意識が、どこへ行っていたのか、を語る番だ。意識が、抜けていった。ゆっくりではなかった。まるで、電源を切るように、一瞬だった。次の瞬間、彼は天井の上にいた。自分の体を、上から見下ろしていた。手術台に横たわる男が、自分だと気づくまで、少し時間がかかった。医師たちが慌ただしく動いている。声が聞こえる。機械音が聞こえる。なのに、誰も彼の存在に気づかない。彼はそこにいた。確かに、そこにいた。しかし誰にも、見えていなかった。不思議と、恐怖はなかった。むしろ、静かだった。痛みも、苦しさも、何もなかった。ただ、ひどく澄んでいた。意識だけが、そこに浮いていた。彼は手術室の隅に目をやった。壁際に、見慣れない人影があった。医師でも、看護師でもない。白衣も着ていない。ただ、静かに立っていた。その人影は、彼を見ていた。言葉はなかった。それでも、何かが伝わってきた。まだ、行くな。そんな意味だったのかもしれない。次の瞬間、彼の意識は手術室の外へ出ていた。廊下に、2人の医師がいた。小声で話している。彼には、
その言葉が聞こえた。すべて、聞こえた。それが後に、誰もが言葉を失う事実となる。麻酔で意識を失った患者が、手術室の外の会話を一字一句、正確に再現したのだ。壁の向こうで、扉も閉じたまま、説明のしようが、なかった。しかし、その時彼の意識はまだ、別の場所へと向かっていた。引き寄せられるように、光の方へ、次第に、遠くに何かが見え始めた。暗闇の中に、細い一筋の光、そしてそこへ続く、長い道のりが、暗闇の中に、細い光が見えた。最初は、ほんの一点だった。針の先ほどの、か細い輝き、それが、ゆっくりと、ゆっくりと、広がっていく。気づけば彼は、長いトンネルの中にいた。どこまでも続く、暗い回廊。しかし不思議なことに、恐怖はなかった。むしろ、穏やかだった。冷たくも、苦しくもない。ただただ、静かで、暖かい。足があるのかどうかも、わからなかった。それでも彼は、確かに前へと進んでいた。引き寄せられるように、光の方へ、吸い込まれるように、トンネルの先が、少しずつ開けてくる。光は、眩しいはずだった。しかし目を細めたくなることは、なかった。その硬派柔らかく、まるで古い記憶のように、懐かしいぬくもりを、持っていた。そしてその光の中に、人影が見えた。一つではない。複数の、輪郭。彼は思わず、足を止めた。いや、止まったのかどうかも、わからなかった。ただ、気づいた時には、その人影の前に、立っていた。見覚えのある顔だった。5年前に他界した。母親、12年前に言った。幼馴染。言葉は、なかった。それでも、確かに伝わるものがあった。まだ、戻りなさい。声ではなかった。感覚だった。意志だった。愛情だった。それが、全身を包んだ。涙が出た。泣いているのかどうかも、わからないまま。ただ、溢れるものがあった。そして次の瞬間、光が遠ざかり始めた。トンネルが、逆方向に流れていく。引き戻される。何かに、強く、意識が、揺れた。現実と、あの場所の境界線が、ぐらりと、揺れた。彼はまだ、どちらにもいた。境界、それは、場所ではなかった。感覚だった。どちらにも、属していない。どちらにも、存在している。そんな、奇妙な静けさの中に、彼はいた。光は、まだそこにあった。遠く、でも、確かに、暖かく、輝いていた。引き戻す力も、あった。強く、執拗に、まるで、見えない手が、彼の腕を掴んでいるように、彼は、どちらにも動けなかった。動きたくも、なかった。ただ、その境界線の上に、立っていた。あちら側は、痛みがなかった。疲れが、なかった。恐怖も、孤独も、なかった。ただ、満ちていた。言葉にならないもので、こちら側は、違う。痛みがある。不安がある。終わりがある。それでも、彼の意識の中に、何かが浮かんだ。顔だった。声だった。名前ではない。でも、確かに知っている。誰かの、笑顔だった。誰かの、泣き顔だった。帰りを、待っている人がいる。その感覚が、じわりと広がった。光が、また揺れた。境界線が、また動いた。彼は、初めて思った。戻れるかもしれない。と、戻るべきかもしれない。と、決断ではなかった。衝動でも、なかった。もっと、静かなものだった。もっと、深いところから来るものだった。そしてその瞬間、彼の中に、一枚の映像が流れ込んできた。自分の人生の、始まりから、今この瞬間まで、すべてが、一度に、映像が、流れ始めた。止める間もなく、選ぶ間もなく、ただ、流れた。最初の記憶は、光だった。眩しい、白い光、産声を上げた。あの朝の光、誰かの腕に抱かれた。暖かさ、初めて世界を見た。その瞬間の、驚き、それが、映像の始まりだった。次に来たのは、幼い日の夏だった。庭で転んで、膝をすりむいた。泣きながら家に駆け込んだ。母の手が、傷口に触れた。痛みよりも先に、安心があった。その温度を、彼はまだ覚えていた。忘れていたはずの、細かな記憶が、一つずつ、丁寧に、戻ってきた。学校の廊下の匂い、初めて友達ができた日の、
照れくささ、誰かを傷つけてしまった夜の後悔、誰かに救われた朝の感謝、映像は止まらなかった。喜びも、悲しみも、誇らしい瞬間も、恥ずかしい瞬間も、すべてが同じ重さで流れていった。不思議なことに、裁かれる感覚はなかった。責められる感覚もなかった。ただ、見ていた。ただ、感じていた。自分の人生が確かにそこにあったと、無駄な日など一日もなかったと、その時、彼は気づいた。人生の意味は特別な瞬間にあるのではない。と、誰かの手を握った。その1秒にある。と、名もなき朝に息をしていた。その事実にある。と、映像の最後に映ったのは、病室の白い天井だった。自分が今、横たわっている場所、その場所が、遠くではなく、すぐそこに、あった。戻る先が、見えた。戻る理由が、聞こえた。それは声ではなかった。言葉でも、なかった。もっと根源的な、何かだった。彼の体が、境界線の手前で、静かに向きを変え始めた。体が、動いた。境界線の手前で、静かに、確かに、向きを変えた体は、もう迷っていなかった。戻る先が、見えていた。戻る理由が、もうそこにあった。その瞬間、病室に、何かが起きた。天井の照明が、一斉に灯った。医療機器のモニターが、すべて同時についた。誰かがスイッチを押したわけではなかった。停電でも、誤作動でも、なかった。ただ、その瞬間に、部屋全体が、白く輝いた。医療スタッフは、声を失った。一人が、後に語っている。あの光は、外から来たものではなかった。内側から、溢れてきたように見えた。と、その数秒後、心レンズのモニターが、動き始めた。平らだった線が、小さく、しかし確かに、波を描き始めた。担当医が叫んだ。脈が戻っている。チームが動いた。誰もが息を飲んでいた。3分間、彼の心臓は、止まっていた。3分間、彼の意識は、どこか別の場所にいた。そしてその3分間に、病室の光はすべて点灯し、廊下では、医師たちが言葉を交わしていた。患者には、聞こえるはずのない言葉を、彼は目を開けた。天井が、白かった。見慣れた。病室の天井だった。でも、もう同じ目では見ていなかった。同じ体で、同じ場所に戻ってきた。しかし彼の中で、何かが、取り返しのつかないほど、変わっていた。医師たちは記録に残した。説明不能。と、しかしその言葉の裏に、誰もが感じていたものがあった。説明できないことが、確かに起きた。その事実だけが、静かに、そこに残っていた。彼が生き返ったその日から、彼の人生は、もう以前には戻らなかった。彼が目を覚ました翌朝、病室の空気は、以前と同じだった。消毒液の匂い。機械の低い駆動音。窓から差し込む薄い光。何も変わっていなかった。しかし彼は、もう同じ人間ではなかった。最初に気づいたのは、家族だった。妻は言った。あなたの目が、変わった。と、怖いわけではない。ただ、どこか遠くを見ているような、それでいて、目の前の人間を、今まで以上に深く見つめているような、そんな目になっていた。と、彼自身も、それを否定しなかった。死の淵から戻った時、彼が持ち帰ったのは、記憶だけではなかった。感覚が、変わっていた。他人の痛みが、以前より鮮明に伝わってくる。誰かが悲しんでいると、言葉を聞く前に、それがわかる。医師たちはそれを、心理的変容、と呼んだ。臨死体験後に報告される。よく知られた現象だと。しかし彼には、そんな言葉では足りなかった。これは変容ではない。これは、目覚めだ。そう、静かに確信していた。退院から数ヶ月後、彼は決断を下した。長年勤めた仕事を辞めた。そして医療の道を志した。50代を目前にして、周囲は驚いた。無謀だという者もいた。しかし彼の眼差しは、揺るがなかった。あちら側で見たものを、この側で証明したい。それだけが、彼の理由だった。数年後、彼はボストンの病院で臨死体験の研究に携わるようになった。自らが患者だった。あの病院で、かつて自分の心臓が止まった。あの部屋の近くで、彼は今日も、生都市の境界を研究し続けている。しかしここで、一つの問いが残る。科学は、
彼の体験をどう説明するのか、そして霊性は科学に何を語りかけるのか、科学はこの体験をどう説明するのか、その問いは単純なようで深い。まず、科学の側から見てみよう。臨死体験を研究する神経科学者たちはいくつかの仮説を立てている。脳が酸素不足に陥った時、ニューロンが大量に発火する。その結果、強烈な光の体験や浮遊感、トンネルの映像が生まれる。と、これは臨死体験は脳の最後の活動だ。という説だ。しかしこの説では、一つのことが説明できない。彼が手術室の外の廊下で交わされた会話を正確に再現したこと、意識がなかった時間に、見えるはずのない場所で、聞こえるはずのない言葉を知っていた。これは、脳内の幻覚では説明がつかない。神経科学者たちも、この点については沈黙するしかなかった。一方、霊性の側から見るとどうか、多くの宗教的伝統は、意識は肉体を超えて存在できる、と教えてきた。死は終わりではなく、移行だと、彼の体験は、その古い教えと、驚くほど一致している。光の中へと向かう感覚、時間が消え去る体験、そして、強烈な、戻れ、という感覚。科学と霊性は、長い間、対立するものとして語られてきた。しかし彼は、そのどちらかを選ばなかった。どちらも、同じものを違う言葉で語っているだけかもしれない。それが、彼が研究を続ける中でたどり着いた言葉だった。科学は、どのように、を問う。霊性は、なぜ、を問う。そして彼の体験は、その両方の問いを、同時に呼び起こした。あの3分間が、彼に残したものは、答えではなかった。それは、問い続ける理由だった。では、その体験があちら側から彼に伝えたメッセージとは、何だったのか。あの光の中で、彼が感じたのは、恐怖ではなかった。それは、静けさだった。完全な、深い、静けさ。そしてその中で、彼はただ一つのことを理解した。自分は、愛されるために生まれた。そして愛するために、ここへ戻った。難しい言葉ではない。証明できる数式でもない。それでも彼は言う。あの3分間が、自分の人生の全てを変えたと、医師として患者の傍らに立つとき、彼はいつもあの光を思い出す。死の淵で灯ったあの光は、終わりではなく、始まりだったのだと、あなたにも、問いかけたい。もし今夜、全てが止まる瞬間が来たとしたら、あなたは、何を感じるだろう。何を、後悔するだろう。その問いを胸に持つこと、それ自体が、もしかしたら、生きることの意味なのかもしれない。